こんにちは、こんばんは。あ、もう映ってる。大変お待たせいたしました。つとむにきです。自動変形ガザ D の上半身ができました。前回の動画から2ヶ月もかかってしまいましたね、ははは。どうですかこのガザ D。変形後はこんな感じ。これが自動変形できるんですか？すごすぎ。はい、ということで今回はこのガザ D の制作動画になります。早速作っていきましょう。とその前にまず前回こんだけやりますって言ってたもの。これの最後の項目のアクションベースなんですけど、現段階では作れなかったので全身ができた段階で作ります。はい、本編へ。こちら最新のCADになります。前回動画からかなりガザ D っぽくなった気がしますね。変形後はこちら。もうこれは誰が見てもガザ D ですね、間違いない。ちなみに前回の動画と最新版では腕とシールド以外にも結構変わってます。腕の変形動作の解説をするよ。変形前と変形後の形状はこちらになります。手首が回転するだけですが変形時には肘が伸びるんですよね。この肘が伸びる、というとこを変形動作に組み込むとこうなります。肘を曲げた状態から伸ばす動作はかなり重要。動作はこんな感じ。単純に肘が伸びて手首が回転するだけです。機構はこう。手首はリンク機構で肘の関節は売角機構で動かしてます。この肘を二重関節にした上で売角機構にするアイデアをずっとやってみたかった。それでこれを実際に作っていくよ。腕を組み立てていくよ。完成イメージはこんな感じ。今はこの中の機構部分を作ってます。肘の連動する二重関節の部分ですね。はい、できました。関節を回したら上腕も連動して回転してるのがわかりますね。次はモーターを仕込むよ。このサーボモーターはアリエクで買った 2g サーボとかいうやつです。電子工作でよく使う 9g サーボと比べたらこんなに小さいです。高さを低くしたいのでモーターの裏蓋を外してしまいましょう。あとはコネクタを 9i 端子に付け替えるよ。はい、でモーターを付けたり歯車を付けたりもろもろ組み立てます。外装をつけて干渉するところがないか確認するよ。まあ実はこれ片腕を完成させてから作っているので干渉なんて起きるわず。いやいやちょっと待ってちゃんと閉じないんだけど。なんか干渉してましたが作り直すのもめんどくさいので削ってしまいましょう。はい問題解決。外装をつけて動作確認をしましょう。いいっすねー。動作も問題ないし機構も完璧に隠せてますね。機構の動作はこんな感じ。この動き控えめに言ってめっちゃ好き。肩についてるクソデカシールドも紹介するよ。こんな感じになります。で見てほしいのはここ。このパーツは分割して作ってるのですがこれを合わせたらあら不思議。合わせ目どこ、ここ、になるんですねクソデカシールドの紹介終わり。表面処理をしていくよ。今回新しく入手した道具。ゴッドハンドさんの、カルヤス。これを使っていきます。ふむふむなるほど。程よい分厚さに程よい柔軟性でめっちゃ削りやすい。これはヤスリがけが楽しくなるやつ。サポート材がついていた部分は鉄鋼ヤスリで削って、荒れていない面は紙ヤスで積層痕を消していきます。サポート材を剥がした時に凹んだ部分も処理していくよ。前回と同じように凹んだ部分に100均のレジンを持って硬化させます。固まったらヤスリで削って整えましょう。凹んだ部分がなくなりましたね。塗装していくよ。サーフェイサーを拭いていきます。特にこだわりとかはないのでバッサリカット。前回作った部分で作り直してる部品があるのでそれもサーフェイサーを拭き直してるよ。全部にサフ拭きしてこんな感じ。次は本体色を塗っていくよ。本体の薄い緑色の方は薄松葉色とニュートラルグレーを混ぜて作りました。比率は知らない適当。これ、この色が出したかった。塗り分けするところをマスキング。塗装してるところは撮影を忘れてたよ。塗り分けはこんな感じ。ついでに今回使った色です。次、袖付き目を塗っていくよ。ベースを白に塗装して上からエナメル塗料で黒く塗るって方法で塗装します。初めてやるからこれでできるのかわからないちん。色の境目を少しだけ気にしつつぐわーって黒くしていきます。黒がはみ出た部分をエナメル塗料で拭き取ります。いい袖付きだ。
これはマリーダさんもにっこり。他の部分も綺麗にしてこうなりました。素晴らしい。あとシールドにあるミサイルの弾頭を赤く塗るよ。ガンオンのガザ D は完全な半ブラビミラーにしたかったのかこの武装はなかったですね。はい、ということで諸々の塗装ができました。塗装ってめっちゃ大変ですよね。毎回全塗装してる方々すごすぎる。電飾をしていくよ。LED は手持ちのやつを使います。ブレッドボードに抵抗と電源さして光らせましょう。こんな感じに光ります。LED の足に電線をハンダ付けします。ここに抵抗もつけちゃいましょう。でもろもろしてできた LED を仕込むよ。あ、今やってるのはカメラアイの LED です。固定はグルーガンでやるよ。絶縁も兼ねてめっちゃつけます。はい、ということで頭を胴体につけて点灯。いい感じですね。次は胴体の後ろ側のスラスターに LED を仕込みます。基本的な手順はさっきと同じ。これ組み立ててびっくりしたのがちゃんと配線通す用の溝をつけてたってところですね。ツトム2機あるやん。LED を仕込んだスラスターがこちらになります。断線しそうで怖いですがそれはその時考えよう。はい、次配線の処理をしていくよ。フレームの中を通して外から配線が見えないようにしていきます。外装をつけてこんな感じ。配線と機構を隠す技術が上がったなぁと思う今日この頃。机から腕を落としてぶっ壊しました。草生えるわ。落として壊すの多すぎ。是正しろ。色々ありましたが片腕のユニットができました。完璧な配線処理だ。次は胸の部分。配線はこんな感じで引っ張ってます。でこのちょこっと出てる端子、これが腕のモーターの電線と接続されます。この円弧状の穴に配線を通してこうなりました。ちょっと見えてるけどまあ許容範囲でしょう。次は胴体を回してるモーターの配線処理をします。ここには飾りのようについてるコルゲートチューブを塗装した動力パイプを使います。下から電線を引っ張ってきて動力パイプの中を通してこんな感じ。頭を元通りつけたらここに配線が通ってるとは思えない出来になります。メインの基板をぶち込むよ。はい、前回動画で言ったようにこちらのモジュールを使いますが少し改造しました。0から7の端子を上に持ってきた感じですね。基板を入れてネジで固定して電線を接続して蓋をして完成。このバックパックの中にタコ足配線が入ってるんですよ。すごいですね。動かすよ。いいですね。ギアのバックラッシュで肩がぐらついてますがしっかり変形できてる。変形のお気に入りポイントをいくつか紹介するよ。まずこの肩の動き、エッチーくて好き。手首を丸めるところ、かわいい。あと肘の二重関節のところもエッチーくて最高。背面もなんとも言えない良さがありますね。はい、ということでガザ D の自動変形でした。色々が背面はありますがとりあえず形にはできましたね。何よりパーフェクトグレードスケールで自動変形が実現できてることに驚き。ここまでご視聴ありがとうございました。はよ全身の自動変形完成させろって方は高評価をお願いします。投稿も不定期なのでチャンネル登録と通知もオンにしていただければ嬉しいです。それでは今回はこの辺で。次回は足の製作をしていくよ。さあムーネーイル。